おはようございます。たかしです。本日は9月19日火曜日、ただいま9時43分。それではポンド円とドル円の相場分析をやっていきましょう。最初にお知らせです。ノートにて即戦力になるテクニカル分析を販売中です。今月はドル円の相場分析マガジンの無料クーポンを配布しています。クーポンの利用は20日、明日からとなっております。詳細は Twitter の固定投稿をご確認ください。それではポンド円の冷やしから見ていきましょう。昨日はほぼほぼ動きがなしというところで、ドル円もそうですがポンド円も動きが乏しかった、そんな一日でした。現在は FOMC に向けた動き待ちというところで、今様子見相場かなと思っております。現在冷やしはこの白のトレンドラインがありますが、そこを今抜けてきましたね。ということは、ここから下落するのであれば、この辺のヒゲ先を目指して下落する可能性があります。つまり現在地で176円ぐらいですね。もうちょっと上 176.3 付近かもしれませんが、だいたい176円台というところを目指して下落する可能性。こんなイメージですね。急落には注意が必要です。現在は冷やしの GMMA にかなり深く突き刺さってきてますので、ここからの反発ということも十分考えられます。こんな感じですね。ただ GMMA の青帯を完全に下抜けてしまいますと、そこからは大きめの下落になりやすくなりますので、その場合は緑の矢印のイメージ。ただ現在はどちらとも考えられますので、下落してくれば176円ぐらいまで下落する可能性はありますが、現在地付近から上昇していくと直近の高値を上抜けていくということも十分考えられますので、今はどちらに動いてもいい準備はしておく必要があります。ただ現在のところは値動きがほぼほぼありませんので、もうしばらく様子見の方がいいと思ってます。チャンネル登録してね。では4時間足です。4時間足では高値を切り下げ、そして安値を更新してきておりますので、基本的には下落トレンド中、そして GMMA の青帯も下向き。で、先週の金曜日、GMMA の青帯付近まで上昇はしたんですが、そこで上値を抑えられて下落してきております。現在はこのピンク丸の安値ですね、直近の最安値付近という 182.7 付近で下げ止まっている、そのところにはありますので、ここで今はディセンディングトライアングルを描いている可能性がありますねということを週末にお話ししてました。この緑のトレンドライン、それからオレンジの水平線で挟まれた三角形ですね、下向きの三角形っていうのを作っている可能性がありますので、そう考えますと現在はその下限付近にありますので、ここからの反発上昇を見ておきたい。GMMA の青帯もしくは緑のトレンドラインぐらいまでの反発上昇を見ておきたいんですが、このままもちろん下抜けていくということも考えられますので、下抜けていった場合はこの紫のラインぐらいまでの下落は見ておくといいと思います。だいたい現在地から下落してきた場合は182円を切るぐらいですかね。181.8 とかそのあたりまでの下落は見ておく必要があります。ただし先ほど言いましたように、ここでディセンディングトライアングルを描いているのであれば、現在はその下限にありますので、そこからの反発の上昇を一旦見ておく。その反発の上昇が緑のトレンドラインを上抜けてくれば、そこからは現在の下落トレンドを崩すような動きになるかどうかというところも見ておきたいですね。では1時間足です。1時間足はもうかなり分かりにくい動きをしております。先週の金曜日に大きく上昇したんですが、結果的に今ほぼほぼ全戻しになってきてますよね。現在地付近で昨日から下げ止まりを作っている感じもしますし、先ほど4時間足で言ってましたディセンディングトライアングルの下限付近でもありますので、一旦ここでの反発を見ておきたいですね。そしてこのまま直近の安値を下抜けてきた場合は、このオレンジの水平線 182.7 付近を背に戻り売りをしていけばいいと思いますし、現在地付近で反発するのであれば4時間足の GMMA の青帯、もしくはこの緑のトレンドラインぐらいまでですね、現在地では 183.5 ぐらいまでという上昇は見ておきたいです。昨日は1時間足の GMMA の青帯で上値を抑えられて下落という動きをしておりましたが、現在は安値圏ということもありますし、1時間足の GMMA との距離っていうのがかなり狭くなってきてますので、ここで動きが小さくなるのであれば本日のトレードは見送りがいいと思います。その場合は先ほど言いましたこの 182.7 付近を明確に下抜けてからの下落の流れ、もしくは緑のトレンドラインを明確に上抜けてからの上昇の流れっていうのを見ておくのが分かりやすいと思いますので、その間、このディセンディングトライアングルの中で動いている間は分かりにくい方向感のない動きをすると思いますので、もしトレードするのであれば十分慎重にというところですね。今はもう少し待ってもいいのかなと思いますので、現在ですと分かりやすいのが 182.7 付近を明確に下抜けてからの下落の流れ、183.9 付近を上抜けてからの上昇の流れっていうのを見ておくといいと思います。ただしどちらにしましてもあまり値幅は狙わないのがいいと思いますので、短く利確していくのが現在は良さそうです。
では次はドル円の冷やしから見ていきます。現在は高値圏で止まっている状態ですね。上昇しそうでなかなか上げられないという状態ですね。ストキャスティクスは高値圏にありますので、ここからは一旦の調整の下落を待ちたいところ、GMMA の青帯、もしくはこの白の水平線ですね、145円ぐらいまで下がってくるのを待ちたいんですが、現在が147円のミドルぐらいにありますので、145円まで下落するのはちょっと考えにくいので、まずは現在地付近でのレンジですね。日柄調整をしている間にストキャスティクスの過熱感を解消してくるかもしれませんので、その辺の動きを見ておきたいですね。ただ、高値圏に張り付いてますので、このまま上抜けるという可能性もありますので、上抜けた場合は、そこからの上昇に買い足でついていってもいいと思います。現在、一旦のターゲットは 148.74 に、この赤い水平線ですね。そのあたりと見ております。そこを超えてくると150円ぐらいまで上昇するんじゃないかと見てます。では、4時間足です。4時間足は赤の平行チャンネルの中で動いておりまして、現在はここの高値ですね。147.8 付近っていうこの直近の高値、何度も抑えられているポイントで抑えられて、そこからなかなか上げられないでいる状態です。今は GMMA の青帯が下から上がってきてますので、この GMMA の青帯とこの 147.8 というラインで挟まれたところで煮詰まってきている状態ですね。このまま上抜けていくのか、それともダラダラと下げていくのか。下落する場合は、まずは GMMA の青帯を下抜けてきてほしいので、こんな感じですよね。GMMA の青帯を下抜けて、そして次 GMMA がレジスタンスになってそこからの下落っていう、そういうイメージを持っておくといいと思います。現在は GMMA は上向きですので上昇トレンド中、日足の GMMA の青帯も上向きですので、日足も4時間足も現在は上昇トレンド中ですので、下がったところからの次の上昇の流れに乗っていけると大きなトレンドに乗れる可能性がありますが、今はかなり高値圏にあるというところで乱高下をしやすいところにもありますので、そこは注意ですね。しっかり引きつけてトレードをしていく必要があります。では1時間足です。1時間足も GMMA は上向きだったんですが、昨日の動きで GMMA が横ばいになってしまいましたね。つまり1時間足単位ではレンジと考えられますので、今は4時間足の GMMA にサポートされつつ、それからこのライン 147.8 という直近の高値に挟まれている、ここでのアセンディングトライアングルみたいな形にもなってきております。1時間足はレンジですので、まずは昨日のこの値幅での上下ですね。昨日はここでレンジになっておりますので、147.8 付近から下限が 147.5 付近、かなり値幅が小さくなるんですが、この辺りでの今はレンジを作ってますので、これを抜けた方についていくですね。上抜ければ上昇、下抜ければ下落、一旦の下落ですね。ただし、ドル円基本的に先ほども言いましたが、4時間も日足も上昇トレンド中、その中での1時間足のレンジですので、下落していく可能性よりも上昇していく可能性の方が高くなってますので、基本的には下がったところからの次の上昇の流れを見ておくのがいいと思います。ですので逆に言えば、下げてきた場合っていうのは様子見ですね。次の下げ止まりからの上昇の流れを見ておく。下がってきたからといってそこでショートエントリーをしてしまうとすぐに反発上昇したりとかもしますので、基本的には上昇していくっていう、その上昇の流れに乗っていくですね。一旦の下落、ここみたいに一旦の下落をして下げ止まりを待ってからの次の上昇の流れっていうのを見ておくと、比較的大きな値幅でのトレードができてくると思いますので、その辺を参考にしていただけるといいと思います。それでは本日は以上です。この動画がわかりやすいと思ったらいいねとチャンネル登録をお願いします。そして最後にお知らせです。ポストプライムという SNS 限定でプライム投稿という有料投稿もしております。こちらは日々の相場分析で環境認識を鍛え、週末限定動画でスキルアップをする至れり尽くせりの内容です。丁寧でわかりやすい解説には高い評価をいただいておりますので、気になる方は2週間の無料期間からお試しください。詳細は概要欄をご覧ください。それでは本日も最後までご視聴ありがとうございました。たかしでした。バイバイ。